なかなか寝つけないなと思っていたところ、ギギーすると今度はズズズズ息ができない、もうダメと思った時に、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ今回は届いております投稿階段お送りしていきたいと思います。めちゃくちゃ面白いです。今回もざっとね今目を通させていただいてるんですけどもちょっともうなんかテンション上がっちゃうような、何この話っていうのとか結構ありましたね。5人の方紹介させていただきます。そたこちゃん男性の方、そしてふじふじグループさん女性の方、おなすさん、そしてめぐちゃんさん、そして A さん女性の方ですね。5名の方階段紹介させていただきます。送っていただきましてありがとうございました。こちらの概要欄の方に、メールアドレスありますけども、タイトルのところにですねステッカー係と書いて連絡先送ってください。遅くなってしまうかもしれませんが2枚組のですね番組特製ステッカープレゼントさせていただきます。でさらにですね引き続き皆さんもし不思議体験ありましたらそちらのアドレスの方に不思議体験も送っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。さあではもう早速いきましょうかね。こちらはそたこちゃん男性の方からいただきました。ありがとうございます。はじめまして、関西在住30代の男性です。いつも階段巡り興味深く聞かせていただいております。ありがとうございます。数年前交際していた元彼女から聞いたという話です。実体験です。誰にも言えず自分の中でも消化しきれない話だったんで投稿をさせていただくことにしました。当時ですねこの元彼女は20代ですでに長い交際をしていました。清楚で誰にでも公平に優しく真面目、子供が大好き、料理上手、あげたらキリがないほど素敵な女性で自分にはもったいないくらいの方だったんです。ただ一つ気になるところがあったんですが、それは霊感があるということ。実体験としましてはデート後一緒に私のマンションに帰ってきた時に気まずそうに言うんです。ドライブ中電柱から女の人の顔だけが出ていてこちらを向いていたと話してくることもありました。数々の体験をしていました。彼女は性格上嘘や冗談は言わないタイプだったんで、私は彼女の話を信じていて興味半分心配半分で最近なんか怖いことあったと毎回質問をするようになっていました。今回投稿させていただくのは大抵の話はすぐに忘れてしまう自分が個人的に今でも思い出すというとても忘れることができないくらい印象深い話なんです。以前ね素敵な方とお付き合いしていたそのね彼女が霊感があるということで、いろんな話を聞いた中で今でも忘れられない話送っていただきました。どんな話なんでしょうかね。ある休日なんです。彼女は友達と2人で繁華街でショッピングをしたりカフェに行ったりいつも通りの休日を満喫していました。次はどこ行こうかと友達と話になった時、カラオケに行こうという話になったそうです。近くにカラオケ店があったんでそこに行くことにしました。今では更地になっていますが、そこは当時至って普通のカラオケ店。受付を済ませエレベーターに乗り渡された番号札の部屋に向かう際、なんとなく嫌な雰囲気を感じ取ったんですが、そこまで気にはせずに部屋に向かいました。部屋は角部屋でした。すぐそばには緊急事態以外は立ち入り禁止と大きく書かれた非常口がありました。いつもなら非常口には目もくれないんですが、その日はなぜか非常口が気になりました。部屋に入ると至って普通の部屋でした。部屋自体には特に嫌な感じはしなかったんで少しほっとしたそうです。カラオケを楽しんでいる途中、友達が飲み物を入れに部屋を出て行ったんで、なんかフリーのドリンクバーかなんかあったんですかね。飲み物を入れに部屋を出て行ったんで、部屋には彼女一人になりました。自分の歌う番の曲が流れています。
2人で行くカラオケではよくあるシチュエーションなので気にせずに1人で歌っていると違和感を感じました。それまで普通に歌えていたんですが、急に音程が合わなくなりと思いながらも歌い続けながら原因を探っていると、どうやら原因は自分ではなく機械のキーが微妙に上がったり下がったりしているようなんです。故障かなと思っていると友達が部屋に戻ってきました。すると音程は再び安定したので特に気にせず2人で盛り上がり歌い続けました。しばらくしてまた友達が部屋を出て一人で歌っているとまた音程が合わなくなりました。なんでしょうね、友達が来ると安定するんですが一人になるとキーが上がったり下がったりする。今度はさっきとは違い明らかにキーが上がったり下がったり、さらにスローになったりとテンポも変わってくるんです。満足に歌えるイントロのメロディーではなくなり、かなり不快で気持ちの悪い音が部屋に響き渡ります。明らかにおかしいと思ったところで友達が戻ってきました。するとやはり元通りの音に戻るんです。そして友達がお手洗いに行くということで部屋を出ました。これが友達が部屋を出た3回目になります。今度もまた嫌なことが起こるのかななんて思っていたので、今度は歌わずにイントロだけを聞くことにしました。するとその時突然全ての音が止まったんです。と思い立ち上がろうとしたその瞬間、はっきりとした人の声で「あー」男性とも女性ともわからない声が部屋中彼女の耳元にダイレクトに飛び込んできたそうです。いろいろと見てきた彼女ですが、声が聞こえたのは初めてらしく、これはさすがにまずいと本能的に思って部屋から飛び出し、友達に「やばい、本当にあの部屋やばい、帰ろう、でも荷物置いてきちゃった」。ただごとではない雰囲気に友達もさすがにおかしいと思ったのか店を出ることにしました。後日いわくがついているのではないかと感じ、彼女の友達が某有名サイトでその場所を調べたところ、どうやらこの場所で以前そしてその方法というのはだったようです。お付き合いありがとうございました。なるほど。途中ね、急に声が聞こえて「あー」これ矢印があって、最初上の方を向いて「あー」と上がるんですけど、その後に矢印が下下がっていくんです。あー、これもしかするとその時の上からっていう時に発していたその方の声だったんですかね。なんでしょうね。お友達がいる時は変なこと起きないんだけど、その霊感が強い彼女がいる時にだけ機械にも不具合が出て、最終的にねその音も聞き取ってしまうっていうことで、なんでしょう、その友達っていう存在もね、何かすごく守られてる方なんですかね、その友達っていう方が。あとは霊感が強い彼女の方に何か知ってほしいっていうメッセージをね受信して、で自分一人の時だけなんか変なことが起こるっていう。なんかカラオケでよく友達同士で行くとふざけて横でねなんかリモコンでなんか勝手にキー上げられてとか下げられてとか、テンポめちゃめちゃ速められて「やめろよ!」とかってね、なんかそんなちょっとじゃれ合いとかもやってましたけど、なんか今後怖いっすね。やめろよって見た時に「えっ?」つってリモコンが机の上に置いてあって友達全然触ってなかったみたいになったらちょっともう怖いわとか思い出したような話ですけども、ただちょっとこれねいろんな体験をしてその話を聞いていた彼というねソタコちゃんですけども、中でも強烈な話だったということで教えていただきましたね。ありがとうございました。さあ続きまして藤藤グループさん、女性の方ですね。はじめまして、私の体験談を聞いてください。ありがとうございます。今から28年以上前の出来事です。当時私はお付き合いをしていた彼がいましたが、些細な喧嘩で別れてしまいました。どうせまたすぐに仲直りして継続するんだろうなと思っていましたが、別れてからすぐにお互い別の人と付き合ってしまい、
私はお腹の中に子供ができて、授かり婚というか、しました。子供は無事生まれたんですが、毎日家事育児に追われ過ごしていたんです。突然以前そのお付き合いをしていたその別れてしまった元彼が夢に出てきて、私を見て悲しそうな顔をしている、そんな夢を見たんです。私は彼を追いかけたんですが、全く追いつくことができず、彼は遠ざかっていくという夢をなんと3日間続けて見続けました。彼に何かあったんじゃないかと頭をよぎったその3日目の日に、知人から彼が事故で亡くなったということを知りました。あの時なぜ喧嘩別れをしてしまったのか、今でも後悔でしかありません。私が彼の手を離さなければ、今も彼はきっと生きていたのかもしれないなというふうに思ってしまいますという。そうやって思ってしまうのは分かりますけども、でもね、それはもうその時にそういうことだったんで、もうこれはもう後悔しても本当にもう自分を責めないでほしいななんて思います。でさらにやっぱりこのお別れをしてしまった、またどうせすぐ付き合うよと思ったんだけど、お互いになんか別々の人と付き合ったってことで、しかもそれでお子さんも生まれたわけですからね。だから今のお子さんいらっしゃるっていうのは、そういったことがあったから今のお子さんにも出会えてるわけでね。だからただきっと別々に方を付き合いしたんでしょうけど、なんかこの夢なんかを見てると、彼の方はこの藤藤グループさんのことを忘れられなかったんですかね。やっぱり夢っていろんなメッセージがあるなんてことで、夢占いもありまして、意外と当たってんなとかってありますけど、やっぱり続けて同じ夢見るっていうと、これはやっぱ正夢になったりとか、あと何かメッセージ、直接伝えたいっていう亡くなった方からのメッセージとかっていうことはありますよね。なんか毎回思いますね。だいたいこういう時の話っていうのは、続けて同じ夢をずっと見ましたとか、定期的に見てましたとか、あとはその毎年この時になると見ますみたいな。だからなんかなんでしょうね、やっぱり夢占いとか何か寝てる時に記憶を整理してるとかってじゃなくって、何かポーンって伝えたいものが入ってきてっていうやっぱ夢もあるんだなって今回も思いましたね。ぜひ皆さんもこれからまたこの夢見たとか、連続で見たとか、毎年この日だけ絶対この夢見るとかってある時には、ぜひ見過ごさずにですね、何かのメッセージなのかなって考えてほしいなって思います。藤藤グループさんちょっと気にせずとか、もうこれもう今も後悔してしまうという気持ちあるかもしれませんけども、でもこれはしょうがないことなので、あまり気にしないでっていうふうにしてほしいなと思います。ありがとうございました。続いておなすさんです。ありがとうございます。いつも楽しく拝見しています。今から10年くらい前の話になります。仕事で福島の郡山に3年間行った後ですね、地元茨城の方に戻ってきて、でその時地元茨城なんですが、実家には帰らずにアパートを借りて住んでいた時の話になります。私のお母さんの知り合いが一戸建てのアパートを経営しているということで、内見もせずに借りることにしました。そのアパート、見た目はあまり新しくないんですが、中はリノベーションしてあってですね、綺麗な感じ。家賃4万円でした。いくら田舎でもちょっと安すぎじゃないと思いましたが、ラッキーとしかその時は思っていなかったんです。引っ越しのため友達が手伝いに来てくれ、夜引っ越し祝いをしようとなって、友達の子供たちも含めお祝いをすることにしました。子供はなんかそういうのを見えるって言いますし、よくある話ですけども、なんか友達の子供がお手洗いに行った際、おトイレにおじいちゃんが座ってて入れないと泣きながら私のところに来たことを覚えています。正直それがアパートに足を踏み入れてから初めて起こる現象ではなかったんです。とかいろいろあったんですね。子供がトイレに行ったら、いやおじいちゃん座ってるから入れないよって。これが初めてではなかった。荷物を運び入れている時に廊下を何かするような足跡や
窓を叩くようなコンコンといった音、そんなね経験もあったんですが、こんな経験よくあることだと思って特に気にも留めていませんでした。そんなある日の日中、汗を流すためお風呂に入って湯船に浸かりぼーっとしていると、すりガラスの向こう側に何かがいることが分かりました。そしてその数日後のこと、仕事が終わり家に帰った夜11時ごろ、23時ごろ、疲れすぎていてお風呂にも入らず布団に入りました。どのくらい寝たのか布団に入り寝ていたんですが、ふと違和感を覚えたんです。私の足の方から布団がへこむのが分かるように私をまたがり、ギュッギュッギュッとゆっくり上に上がってくる。そして私の胸のあたりまで来ると、その何かは私の耳元で息を吹きかけてきました。生温かく妙に臭い。でその瞬間、小さい手で頭を押さえつけられて、そうであね、なんて言ってるかわからないんですが、何か喋っているような。で痛くて怖くてやめてと口にするのが精一杯だった私は何もできずに朝を迎えることになりました。目が覚めてカーテン越しにぼんやり明るくなった外を確認し飛び出し、二度とそのアパートで寝ることはありませんでした。もうちょっとこれは無理だったことで引っ越したんですね。あれは何だったんでしょうか。見えるだけで何かできる力があるわけではない私に、あれが何だったのかは未だに謎です。今はまだそのアパートは存在していますが空室となっています。何か信憑性がないように感じるかもしれませんが、実際に私が体験をしたお話です。めちゃくちゃリアルですね。もともと霊感ある方だったんですね。ただ家賃4万円ってすげえ安いなと思ったけどラッキーですもんね。で住んでるとやっぱいろんなことがあった中、決定的だったのが遊びに来た友達の子供が「嫌ですね、トイレになんかおじさんが座ってて、おじいちゃんが座ってて入れない」って言って泣きながら自分のとこ来るって。その後もね、みんな帰った後もそこに住むわけでね、トイレなんか絶対利用するわけじゃないですか。おじいちゃん座ってんだっていう情報入っちゃったわけですよね。で何でしょう、そのおじいちゃんっていうのは分かるんですけど、あとなんかすりガラスの向こう側になんか誰かがいるとかも分かったんですけどね、最後ですよね。夜疲れてもう布団に入って寝てるとギュッギュッと上がってきて耳元で吐息をね感じたって、これがまた生温かくて妙に臭い。でもなんでその後小さい手で頭を押さえつけられて謎の「そうであね」っていうね言葉ですよね。なんでしょうね。こちらリノベーションしてあって綺麗な感じで、でも家賃4万円、何かがここであったからそうやって中を内装を一新するしかなかったんですかね。でだからこそリノベーションした直後なのに4万円っていうことだったんすかね。でもしくはでもなんか出てくる、幽霊というかね、不思議な、だって小さい手で頭を押さえつけられっていうと、これさっきのねトイレのおじいちゃんじゃないと思うんです。なんかもしかすると子供なんじゃないかなって。で子供が必死に何か伝えたい、でも子供だからうまく言葉にできなかったのかなとか思うと、なんかいろんな何体も霊がいたのかなとか思うと、なんかいわゆる霊道みたいな場所だったんですかね。ちょっとただいまだにこのアパートが、存在はしてるんだけども、その部屋がね誰も入ってないってなると、やっぱり人が入ってはなかなか長く住めない、ちょっとやっぱり怪異がたくさん起こってるっていう不思議な部屋になってるんですかね。ちょっとぜひこれ大島テルとかでねちょっと一回調べていただくと何かまたヒントがあるのかもしれないかなと思いましたので、またね分かったらぜひちょっとおなすさん送っていただけたらと思います。いつもね、配信楽しみにしてますことで、これからも頑張りますんでありがとうございました。さあ続きまして、めぐちゃんです。
すごい。私は一般人ですがいつかお階段巡りに出るのが夢ですって。いやそんなありがとうございます。小さい頃からですね不思議な体験がたくさんあって今回応募させていただいたんですってことで、その中からですねちょっと印象に残ってる不思議体験ね一つ送っていただいたんですけども、これがちょっと面白いんですよ。紹介しますね。2021年のお話です。4年前ですね。そんな前じゃない。ある日寝ていたら金縛りにあったんです。私にとってはよくあることなんですが、その日は体が動くことがなく、目だけが開けられる。で、私の寝ている上にエネルギーの塊が降りてくるっていう感じだったんです。イメージで分かりやすく言うと、絨毯のようなのがなんか近づいてくるみたいな感覚なんです。近づいてきたと思ったら、私の胸を揉みほぐされてつままれました。痛いってとっても不快な気持ちになったんです。なんすかこの金縛りになってなんかうわーっとエネルギー体が降りてきてるなーって感じがした。ただなんか胸をなんかまさぐられて揉みをしだかれてうわーなんだと思ったらなんだよっていうなんかそんな金縛りの体験があったんですね。これが1月の話です。2021年1月で、月日は経ち3ヶ月後この年の4月にですねそんな経験があったことも忘れていたんですが、また夜寝ていると金縛りにあったんです。その日はですね自分の体から意識が飛び出して幽体離脱に成功したんです。動かない、うお幽体離脱しちゃったみたいなことなんですね。そんなことあるんですね。で自分の寝ている姿を見てすごい自分寝てる幽体離脱してるってちょっと興奮したんでしょうね。でその時にふとね自分の友達が私の胸を触った時にすごく柔らかかったよって言ったのを思い出して、自分の胸って触ってみたらやっぱり柔らかいのかなってことをちょっと思ったらしくて、じゃあ今自分が体抜け出してるし自分の体が目の前にあるし自分の胸を触ってみようっていうふうに思ったんです。するとめちゃくちゃ柔らかくってもうこの世のものとは思えないほどの柔らかさで、私は思わずつまんでみたんです。すると下で寝ている自分の顔が痛そうな顔をしていました。何これ面白いと思っていると意識が体の中に戻っていったんです。朝目覚めこれまでの出来事を振り返った時そこで気づいたんです。数ヶ月前に金縛りにあって胸を揉みほぐされたこと、痛いと触られたことで、昨夜は幽体離脱をした時に自分の胸を触ったこと、全部自分じゃんって気づいたんです。友達に話してみるとインターステラーみたいだねと言っていました。この体験をしてから過去現在未来と進んでいるのではなく全てが今に存在するのではないか、時間ってどうなってるのとすごく考えるようになりました。とても楽しい不思議な体験をたくさんしているので投稿できて嬉しいです。また不思議体験シリーズを送りたいです。すごい話ですね。確かにね時間っていうのは過去から現在未来って流れるんじゃなくてそんな概念ないんだよっていうところありますけども、まさになんかそういうあの時に体験したなんだこれっていうエネルギーの塊は自分だったわけですよね。しかもそれが3ヶ月後のなんか以前聞いた話でなんか朝方もう寝てるんすよね。寝てたらなんか携帯が鳴ってで出たら無言だと。なんだと思ってでまた寝たらまた電話鳴ってもう眠いのになんだよって言ったら無言でまた出たらまた無言だからもうイライラするんじゃないですか。眠いのに朝方電話何回もしてきて無言でって「なんだよお前ふざけんなようるせえな!」とかもうすごいもう「何なんだよ!」ってその無言電話の相手にやっぱ怒ったんですって。したら別の日になんか電話が鳴って取ったらなんかすごい怒鳴ってる「なんだよお前!」とかすごい聞いてんだけどそれがよく聞くと自分の声ではっと思い出すんですね。あれ俺あの日に電話に向かって
ふざけんなって怒ってる自分の声が電話の向こう側から聞こえてる。じゃあ今この電話っていうのは何っていうか、そもそもあの日朝何度も電話かけてきたの俺だったんじゃんっていう、なんかそんなことに気づいたみたいな話をね聞いたことがあるんですけど、なんかちょっと近いななんて思っちゃいましたね。やっぱりもう幽体離脱って何でしょうね、なんかそこでこう抜け出す。で抜け出した時になんかいろんなパターン聞くんですよね。それでこう部屋も抜け出して外見たらね、なんか外の景色も見られたとかね、で外側のことをなんかいろいろ体験できて見聞きしてっていうこともあるんですけど、外出た時に誰もいなかったとか、多分その時の外じゃない不思議な、なんかまた別のところに行ってるような話も聞くので、もしかしたらいろんなパターンあるんですよね。幽体離脱になって幽体になったって時はなんかやっぱ時間の概念とかなくなってるのかもしれないですよね。禁足地に足を踏み入れてしまって、でその中でなんか出られなくなっちゃった。でやっと出たと思ったら外真っ暗だった。なんかこんな時間経ってたんですかみたいな。なんかちょっとこう別の次元とか別のところに迷い込んでしまったとかっていう時にはちょっと流れる時間が全然違うんじゃないかなっていう、なんかそんなことをまたね教えてくれるようなお話でしたが、めぐちゃんめちゃくちゃ面白かったです。またねこんな不思議体験だったらね送ってくださいね。楽しみに待ってます。ありがとうございました。はい、では最後ですね、 A さん、女性の方のお話ご紹介いたします。私はスピリチュアルが大好きで、島田さんのお階段巡りをはじめいろんなチャンネル拝見していますし、霊視占いやパワーストーンも好きです。そんな話をよく娘にするんですが、娘はいつもまた騙されてるよと私はバカにしてきます。ただですね、そんな娘が初めて体験したという心霊体験を聞いてください。割とねそういう話はそんなないよとかいう娘さんが初めて体験したっていう話なんですね。娘は22歳、都内で働いていて一人暮らしをしています。仕事の休みは不定期、連休が取りにくいため、彼と遊びに行くときは仕事が終わってから夜出発し、目的地のホテルに一泊して、で翌日の午前中から観光するという旅行をしているそうです。去年の夏、北関東の方に旅行に行きました。行き当たりばったりで見つけた古い旅館に夜遅くチェックインし、疲れていたのでさっと入浴を済ませベッドで横になっていたそうです。彼はというと隣で背中を向けて携帯で YouTube を見ていました。娘は仰向けに寝ていたそうなんですが、なかなか寝つけないなと思っていたところ、ギギー、部屋のドアが開く音が聞こえたような気がしましたと。でも彼は背中を向けて横にいますし、携帯の明かりも見えていたんで起きているのに、顔も上げなかったんで、あれドアの音っていうのは自分だけ、もしくは気のせいなのかな、彼には聞こえてないんだななんて思いました。すると今度はズズズズとゆっくりこちらに歩いてくる足音が聞こえたんです。と思った時、金縛りに遭っていました。金縛りは小学生の頃から何度か経験していましたし、今日は特に疲れているから金縛りに遭ってもおかしくないかと思っていたんですが、次の瞬間、後ろから抱きしめられ、両腕と首と胸に絡みつき締められました。首が強く締め付けられて息ができなくなり、苦し紛れにもがいていると、かろうじて右手だけが動いたんで、隣の彼の背中をバンバン叩いたんですが、彼が振り向いてくれません。相変わらず横向きでずっと YouTube を見ているんです。息ができない、もうダメと思った時に、スーッと締め付けていた腕が解け、金縛りが解けました。そしてすぐにガバッと起き上がると、隣の彼がどうしたのと何事もなかったように声をかけてくるんです。やっと息ができるようになった娘、と荒い息遣いをしながらまともに話すこともできず、ただ泣きながら今すぐ出よう今すぐ出ようとしか言えません。彼はただごとではないと気づき、すぐにチェックアウトをしてくれたそうです。車で近くのコンビニの駐車場まで行き、娘が今の出来事を話しました。彼の話では、
ギギーッとドアが開く音がしたんで、携帯の明かりをドアの方に向けてみたけれどドアも開いてないし何の変化もない。気のせいかなと思いまた元の姿勢に戻って携帯を見ていると次にズーズーズーと足音のような音が聞こえたんで、あれなんか誰かこっち歩いてきてると思ってもう一度携帯の明かりを音の方に向けてみたがやはり何もなかったんでまた YouTube を見始めた。気のせいだったのか。でその時隣の、彼女娘さんですね、その間ずっとすやすや眠っていたとのことなんです。ただ彼も同じ音を聞いていたことが分かり気のせいでは済まされなくなったことで余計に怖くなり号泣。そのまま東京に戻り明け方到着。仮眠してから神社でお祓いをしてもらったそうです。今では魔除けの数珠が欲しいと言っています、パワーストーンとかねちょっとバカにしていたもう娘さんなんですが今では数珠が欲しいと。後日旅館の口コミを確認したところ自分たちが泊まった隣の部屋で金縛りにあったという投稿をはじめたくさんの心霊体験が寄せられているという旅館だったことが分かりました。これ一番不思議なのがやっぱあれですよね。娘さんは金縛りにあった中でね、音を聞いてドアが開くであとは人が寄ってくるって後にもう本当に命が危険なぐらいのことにあって大変だった時に彼をバンバン叩いて「助けて助けて」ってやったのに彼が全然反応してくれなかったわけじゃないですか。でそこすごい違和感あったんですよね。じゃあ彼も金縛りにあってて彼もなんか動けないのとか思ってたんですけど違うんですよ。彼の方の話聞くと彼音聞こえてるでも何もないよね、足音聞こえるでも何もないよね、横見たら彼女寝てるからじゃあ別にいいかと思ってだから助けなかったわけじゃなくって彼女が寝てると思ったから普通に背中向けて YouTube 見てただけなんですよね。でも彼女叩いてるっていうわけじゃないですか。これがどういうことなのかなっていう。だから本当は叩いてなかったってことなんでしょうね。叩かれてたら「どうしたの?」ってすぐね彼だって金縛りに遭ってないんだったらもう普通にそのね普通じゃない様子を見たらもうすぐ助けに入るわけで、だからその間っていうのが首を絞められて「うわもうつらいや助けて」っていうところ、これ実はやってなかったっていう、これがどういうことなんだろうかっていう、ここめちゃくちゃ怖いですよね。何か本当にもうただの想像でしかないんですけど、このホテルいろんな心霊現象もあるってことで、彼の方はでも音も聞いたりもしてるんだけどもそれぐらいのことで済んでますけど、彼女の方が本当に首も絞められて本当に苦しい思いをしたってなると、何かここで女性が大変な思いをするようなことが昔あったのかなっていう、何か後ろからぐーっと首を絞められてっていうようなことが、その思いが入ってきてしまったのかななんていうね。だからなんかその彼女の方だけにその思いがあってその世界にいるからやってんだけど実はなんかそれからも彼氏の方を叩いてなかった、でも叩いてる気持ちになってたのかなとかね。ただドアが開いた音と足音は聞こえてたわけですね、彼もね。いや何でしょう、この同じような音も聞いてるんだけどでもその後に食い違う二人の記憶というか、なんかこれがまた怖いなと思ってすごくリアルな話でした。ありがとうございました。はい、ということで今回は5人の方の話紹介させていただきました。今日ね紹介させていただいた皆さんぜひ概要欄にありますメールアドレスの方ですね、こちら懸命にステッカー係と書いて連絡先送ってください。ステッカーの方をプレゼントいたします。ありがとうございました。ぜひねまた引き続き不思議体験募集しておりますので皆さんもよかったら送ってください。今回は投稿怪談をお送りいたしました。島田秀平の怪談巡りでした。ありがとうございました。